回の動画はこちらのブロカントショップへご案内します。こちらのチャンネルでは今までに飲みの市とリサイクルショップをフランスの古いものやアンティークが買える場所としてご紹介しました。ブロカントという言葉はフランス語で古いものや中古品という意味で使われますが、こちらはまさにそのブロカントが集められて販売されているお店になります。ドルドーニュにはたくさんのブロカントショップがありますが、販売されているものはお店の方の趣味になりますので、どこも違って面白いです。フランスで旅行に来られた際は Google マップでブロカントと入力するとお店を検索することもできます。こちらのお店は倉庫のように広い敷地にお庭用の家具や鉄製の立派なフェンスが屋外に所狭しと並んでいます。まずは屋外を見て、その後に中へ入ってみたいと思います。こちらのテーブルと椅子もなかなか可愛いなと思いましたが、よく見るとモダンなもののようでした。私たちはお庭用のゆったり座れる肘掛け付きの椅子を探しています。見てください。こちらのシャンデリア。かなり大きいですが、お城に使われていたものでしょうか。ブロカントショップのメリットとしては、飲みの市では見つけられないような珍しいものがたくさん置かれているので、短時間で素敵なものや欲しいものを購入できるということです。一方、デメリットとしては、置かれている商品はどれもお店の方が時間をかけて集められたこだわりのものということ。つまり、同じものでもフリーマーケットで一般の方が不要なものとして売っている場合と比べると値が張る場合があるということです。それではいよいよ店内に入ってみましょう。
こちらのエレガントな花柄の水差しとボールはお店に入って一番初めに目につきました。私はこういう感じの陶器がとっても好きです。こちらの赤のピッチャーとボールのものはセットで85ユーロでした。パッと見たところ傷などもなくかなり綺麗な状態でしたが、皆さんはどう思われますか？安いと思われたか、高いと思われたか、ぜひコメントで教えてください。店内の小物は私が可愛いなぁと思うものがたくさんありました。このホーローのポットもとっても可愛いです。いつか欲しいなぁと思っています。確かこのお皿は2ユーロだったと思います。イギリス製のものです。素敵な額の鏡がたくさんあり、見ているとなんとも巨大な鏡を見つけました。私の身長から想像すると150センチほどの大きさかなと思います。こちらのピューター製のフォーク、どこかで見覚えがありませんか？そう、以前動画で紹介したリサイクルショップで私が購入したものと同じです。こちらはこのお皿とセットで22ユーロでした。
何やらマークが、食器や小物がたくさん集まったコーナーを見つけたそうです。こちらのコーナーは1つどれでも2ユーロで、3つ買うと5ユーロになるそうです。一見何もなさそうですが、根気よく探すと掘り出し物もあります。こちらはサルグミンヌという陶磁器のブランド名のお皿。フランスの古いお皿を探すとよく出てくる名前です。右上がかなり大きく欠けていましたが、こちらも2ユーロです。2ユーロコーナーも終わり、残すはこちらの一角です。同じ一つのお店と思えないほどいろんな種類のものがあり、なかなか見応えのあるところでした。最後に気になったのが、この古い雑誌の入った箱。最近、アンティークの刺繍図案なんか欲しいなぁといつも思って探しています。今回はどうやらなさそうでした。いかがでしたか？フランス田舎のブロカントショップ、楽しんでいただけましたでしょうか？また、フランスのブロカントが見たいと思ってくださった方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ちなみに、私たちは今回は何も買いませんでした。こちらの動画もご視聴くださりありがとうございました。